ビットコインはついに11万3000ドルを割り込み、イーサリアムも4100ドルを下回りました。XRP も 6% 以上下落するなど、市場全体に調整の空気が広がっています。ただ、一方で、機関投資家が静かに買い増しを進めているというデータも出ています。そして、ステーブルコイン市場も膨らんでおり、長期的には強気材料がまだ残っている状況です。こんにちは、桜井です。今日の動画では、この下落がどこまで続くのか、そして投資家が注目すべき材料は何なのか、これを分かりやすく整理してお伝えしていきます。ではまずは直近24時間の市場全体の動きを見ていきます。ビットコインはおよそ 3% 下落し、11万3000ドル台で推移しています。イーサリアムは 5% を超える下落で4100ドルを割り込みました。XRP は 6% 安、カルダノは 8% 以上の下落となっています。主要な暗号資産は軒並み調整に入った形です。さらに、この下落の裏で大きな生産も発生しています。この24時間でおよそ4億ドル、つまり日本円で6000億以上のロスカットが発生しました。これは市場参加者の多くがレバレッジをかけすぎていた証拠でもあり、一気に巻き戻しが進んだ状況です。一方で、すべての銘柄が下がったわけではありません。OKB やマントルといった一部のトークンは逆行高となっていて、5から 6% 上昇しています。これは投資家が資金を選別し、限られた銘柄に資金を集中させている動きとも考えられます。全体的には弱気相場の流れが強まっていますが、局所的に資金が集まる動きもあり、ボラティリティの高さが市場の特徴として現れています。ここからは投資家にとって直接的に意味を持つ材料を見ていきます。まず注目すべきは機関投資家の動きです。直近では29社が合計でおよそ 3800BTC を買い増し、さらに12社が新規にビットコインを購入しました。その金額は2億ドルを超えています。イーサリアムにも47億ドル規模の資金が流入していて、価格下落の裏側で確実に大口投資家が動いているということがわかります。次にステーブルコイン市場です。ここではおよそ67億ドルが増加しています。ステーブルコインが膨らむということは、新しい資金が暗号資産市場に待機している可能性を意味します。これは短期的には弱気で、中長期ではまだ強気の流れが残っていると考えられる重要なシグナルです。そして専門家の見方にも注目です。イーサリアムが 10% 近く調整していることについて、これは健全な修正に過ぎないと評価する声が出ています。つまり短期的な下げはむしろ中長期の上昇に向けたステップと捉えることもできるということになります。このように表面上は下落局面に見えても、その裏で機関投資家や新規の資金が動いている事実を押さえておくことが投資判断において非常に重要になります。では、ここからは価格だけではなく市場全体に大きな影響を与えるマクロ経済や規制のニュースを見ていきます。まずアメリカです。今週は FOMC 議事録の公開、そしてジャクソンホール会合が控えています。特にパウエル FRB 議長の発言は株式市場だけではなく暗号資産市場にも直結するため、投資家にとって最も注目すべきイベントです。もし利下げの見通しが変われば、ビットコインやイーサリアムの方向感も大きく変わる可能性があります。次にインドの動きです。インドの CBDT、つまり中央直接税委員会が暗号資産の規制や税制改革に向けて業界から意見を募集しています。現在は 1% の源泉徴収税や損益相殺不可といった厳しいルールがあるため、取引が海外に流出している状況です。今後の改革次第では、インド市場での資金フローが大きく変化する可能性があります。さらに、国際的な視点では、バーゼル委員会の規制に対して各国の金融機関が見直しを要望しています。現行のルールでは、
銀行の暗号資産参入が制限されているため、規制が緩和されれば市場に大規模な資金が流れ込む可能性があるという期待が高まっています。このようにアメリカの金融政策、インドの税制改革、そして国際的な規制の見直しの動きは、すべて暗号資産の将来の成長を左右する重要な要素です。価格チャートを見るだけではなく、こうした背景を押さえておくことで、より精度の高い投資判断が可能になります。では、ここからは主要通貨以外で投資家が注目すべきアルトコインの動きを見ていきます。まず取り上げたいのはアバランチです。価格は22ドル台後半まで下落し、過去24時間でおよそ 1.6% の下げとなりました。取引量も大きく減少していて、前日比で 20% 以上減っています。これは投資家の関心が一時的に薄れ、資金が他の銘柄へ流れている可能性を示しています。一方で、市場全体が下落する中でも上昇した銘柄があります。代表的なのが OKB とマントルで、これは5から 6% の上昇となっていて、資金が一部のトークンに選別的に集まっている動きが見られます。つまり、アルトコイン市場全体が弱含む中でも、投資家が将来性や流動性を評価している銘柄には、資金が集中しているわけです。この選別の流れを意識しておくと、短期的なトレードのヒントになるかもしれません。はい。ということで、ここまで直近24時間の暗号資産市場を見てきました。まとめると、ビットコインやイーサリアムをはじめ、主要通貨は軒並み下落し、市場全体には警戒感が強まっています。ただ、その一方で、機関投資家の買い増しやステーブルコインの拡大といった長期的にはポジティブな要素も残されています。そして今後最も注目すべきはアメリカの金融イベントです。FOMC 議事録の内容やジャクソンホール会合でのパウエル議長の発言次第で市場のトレンドが一気に変わる可能性があります。また、インドの規制改革や国際的なルールの見直しの動きも中期的には大きな影響を及ぼすでしょう。つまり短期は不安定でも中長期には市場が再び成長軌道に乗るための布石となるニュースも出てきています。投資家にとって大事なのは目先の価格変動だけではなく、こうした背景や流れを理解しながら判断をしていくということになります。今日の暗号資産のニュースいかがだったでしょうか？短期的には価格の下落や生産が目立っていますが、機関投資家の動きや規制の変化を見れば、中長期ではまだチャンスが残っていることがわかります。こうした背景を理解することで、価格の上下に振り回されずに落ち着いた投資判断ができるんじゃないかなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。